生きてるだけでお疲れ様です。おでんさんです。今回の動画はですね、北海道を約2ヶ月間旅してきたこの軽バンの車内紹介と、あと2ヶ月間車中泊してきたね、正直な感想をね、お伝えしたいなと思います。じゃあまず最初にこの車をね、簡単にご紹介させていただきますと、車の名前はスバルのサンバーバントランスポーターで、5速マニュアルで2駆駆動ですね。4駆ではありません。で、購入場所はヤフーオークションっていうね、オークションサイトで山梨の個人の方からね、17万円でお譲りいただきました。で、購入時の走行距離は10万キロちょっとで、タイミングベルトは交換済みでした。で、4年間乗って大きなトラブルは今のところないんで、まあ結構ね、当たりの車だったのかななんて思ってます。で、この車の上に乗ってるキャリアはすごく丈夫なもので、おそらく特注品だと思います。で、このキャリアに折りたたみ式の 120W のソーラーパネルを載せてます。取り付け方法は結束バンドと針金ですね。意外とね、落ちないんですよ。北海道いるとき嵐みたいに火あったんですけど、吹っ飛ばずにね、大丈夫でした。で、このソーラーパネルは DC ケーブルと USB-A と USB-C から電気を取れるようになってます。で、その端子はですね、この裏側にあります。ちょっと見えづらいんですけど、錆びないようにアルミテープをね、中に貼ってあります。まあ、これは DIY ですね。で、実際に使ってるケーブルは DC ケーブルと USB-A のケーブルで、今ね、ここに刺さってます。で、そのケーブルがここで、車の後ろから見ると、こんな状態です。で、後ろ開けますと、まあ、こんな感じなんですけど、さっきの充電ケーブルは、ここを通ってます。はい。で、特にね、何の加工もしてないです。はい。してなくてもね、特に何も今のところ問題ないです。はい、で、このソーラーパネルから引いてる DC のケーブルは助手席まで伸びてます。DC の延長ケーブルを使ってね、ぐーっと助手席の方まで伸ばして、助手席の足元に置いてあるスワオキの1200というね、ポータブル電源にソーラーパネルの DC ケーブルが繋がってます。晴れてるとだいたい60から 70W 発電してくれます。で、このポータブル電源なんですけど、Yahoo フリマというアプリでジャンク品をね、1万円で購入しました。一応ね、ちゃんと動いてます。で、助手席の足元に置いてあるポータブル電源には、延長のコードがついてて、で、ここでコンセントを使えるようにしてます。で、このコンセントに挿して使う家電は、ここにですね、ちょこっと家電がありまして、このちっちゃいホットプレート、まあ、これでたまにお湯を沸かしたりします。まあ、大体お湯沸かすときはね、火で沸かします。早いんで。はい。ただ、ガスがなくなった時とかはこれ使います。で、もう一つの電気調理器が、この後ろのカゴの中にあって、で、ハッピーターンどけると下から出てくるのがこの電気鍋ですね。はい。まあ、焼くこともできるし、煮ることも、蒸すことも、茹でることもできるって感じですね。今回の北海道旅では、ゆで卵10個を作る以外では、あんまり使わなかったですね。はい。なんでそのコンセント使ったのはこのミニフライパンとこの電気鍋、この2つだけです。あんまり使わなかったです、電気。じゃあちょっとね、電源周りの説明が長くなってしまったんですけど、前の座席からご説明していきます。はい。まあね、こんな感じですね。まあごちゃついてますね。はい。まずですね、これですね。ここテープ貼ってあるんですけど、ここはですね、iPad を置いてずれ落ちないようにするためのストッパーです。はい。まあ、これ意外と便利。で、ここにちっちゃいね、5W のソーラーパネルがついてます。外から見るとこんな感じで、Amazon でね、1000円ぐらいで買いましたね。はい。で、こっからですね、USB のケーブルがずーっと通ってまして、ここずーっと通ってまして、で、ここずーっと続いてまして、ここに貼っ付けてあるちっちゃいモバイルバッテリーに充電するようになってます。で、このモバイルバッテリーからさらに線が続いてて、ここですね、ぐーっと行って、で、こっちに行くんですよ。で、これ LED ライトなんですけど、はい、ここに繋がってます。で、これどうやって使うかっつうと、夜車内から荷物をね、取り出したい時とか、一瞬だけ電気つけたい時あるじゃないですか。その時にですね、ここを押すと、あれがつくわけです。電気はここのモバイルバッテリー。で、このモバイルバッテリーの充電はさっきのちっちゃいソーラーパネルで充電してるっていう仕組みですね。で、このオンオフのボタンは200円ぐらいで売ってましたね。はい。で、ここを白くすることによって、真っ暗な時でもね、ボタンの位置がね、わかるようになりましたね。ナイス DIY。で、ダッシュボードには
15W のソーラーパネルを置いてまして、で、このソーラーパネルのケーブルはぐーっと下に続いてて、ここの下にあるモバイルバッテリーにつながってます。はい。ただ正直言うとね、ほとんど充電されません。本当に晴れてる日が3日4日続いて、ようやくこの2万ミリアンペアワーのモバイルバッテリーが満充電になるかなぐらいですね。まあ、ないよりはあった方がいいかなぐらいです。で、このスマートフォンはカーナビ用ですね。型番はこれです。で、こっちは音楽用のスマホで iPhone 6S ですね。この iPhone から出た音楽がこのね、カーオーディオに繋がってて、で、車内に響き渡るっていう感じですね。はい。まあ、でもね、よくブツブツ音切れるんで、もうね、変えます。これはね、もうダメだ。じゃあ次は、助手席側。あ、落っこってこないかな。大丈夫ですね。はい。まあ、ちょっとね、ギチギチなんですけど、まあ、傘。で、これキャンプ用の椅子ですね。ちょっと邪魔なんでね、投げちゃいます。はい。結構ね、ぎゅうぎゅうにしてるんで、こっち開けると、荷物がね、ドワーって溢れてくるんですよ。で、これハンドルにつけるテーブルですね。はい。で、これがメインで使うリュックですね。観光行く時とかは、このリュック使ってます。はい。で、こっちのリュックは、パソコンとか、細々したケーブルがついてます。で、これがいつもつけてるウエストポーチで、これがお土産のみりんですね。日本酒屋さんで試飲したら美味しかったんでね、なぜかみりんをね、2本買ってきちゃいました。はい。で、これもハンドルにつけるテーブルですね。で、この下にある箱が、母親がね、玉ねぎ安かったら買ってきてって言われたんで、北海道のコープで買った玉ねぎですね。小玉の玉ねぎがね、ぎっしり入って、まあ、1000円ぐらいでしたね。で、ちょっとね、足元ぎゅうぎゅうなんでね、これ、取っちゃいましょう。はい。で、ここにあるのが、さっきご紹介した大型のポータブル電源ですね。で、こっちがね、ゴミ箱です。もう、ここに、ゴミはね、ひたすらね、敷き詰めました。まあ、今回ちょっとリアルをお伝えしたいんでね、ゴミね、そのまんまです。はい。で、この下にあるのがシートと一人用のバンドックのテントですね。で、こっちの箱にはですね、キャンプ道具ですね。まあ、焚き火シートとか、トング類とかね、軍手とかがあります。まあね、とりあえずここにギュッて押し込んで、キャンプするときは、この箱ごと持ってっちゃってます。そうするとね、結構楽なんですよ。まあ、あとは、撮影用の三脚を常にここに立ててます。はい。非常に邪魔ですが、まあこれはね、しゃあないなと思って、ずっとここに置いてます。それとですね、運転席の上に、プラスチック段ボールで自作した目張りですね。はい。これをですね、こんな感じで挟んでます。で、ここに竹の棒を突っ張らせてるんで、まあこれはね、落ちてこないっていう仕組みです。はい。で、この竹の棒はホームセンターで買ってきたもので、まあちょうどいい大きさに切って突っ張らせてるだけです。で、ここに出っ張りがあるんで、竹の棒ね、全然落ちてこないんです。では次はね、後ろのスペースをご紹介していきます。じゃあまずね、上の棚の収納についてね、やっていきますか。はい。これはですね、竹の棚です。ホームセンターで買ってきた2メートルの竹、それをですね、麻の紐でこうくくってつけて、こうブーって置くんですよ。で、これどうやって支えられてるかっていうと、さっきのね、前の座席の目隠しのここの竹の上にただ乗っかってるだけです。この棚。はい。乗っかってるだけなんですけど、まあ落ちてこないですね。で、後ろも同じようにこうやって竹をね、突っ張らせてるんで、この竹の上にこっちの棚の竹をね、こう乗せてるだけです。はい。で、これだけだと、ここの棚って運転中にずれちゃうんですね。なんで、ずれ防止のために、ここにですね、フックがありまして、これどうなってるかっていうと、この竹の棚に、まあ、麻の紐くくって、で、これなんて言うんでしたっけこれ。この、キャタピラカナビラですね。このカナビラを出っ張りに、グッて引っ掛ける。これだけで、この棚はね、ずれなくなりました。はい。こっちに行こうとするんでね、ああやってね、止めとくとね、こっちに行かないんでね。これで安定しました。で、前側も同じようにカナビラで固定してます。で、上の棚には洋服とかタオルとかズボンとかよく使う洗面用具とか、まああとこの袋にはね、お菓子が入ってます。はい。でですね、あまり興味はないかもしれませんが、一応ね、おっさんの洗面用具をね、ご紹介します。これがダイソーで買ったボディーソープ。ギリシャ製でね、結構いい香りでした。で、これが日焼け止め。で、これニベアソフト。洗顔した後とかにつけます。はい。で、これダイソーのヒゲ剃りね。意外とね、剃れました。はい。
で、これもダイソーで買った、乳液みたいなやつかな。で、これはちょっと何言ってるかわかんないで、これが爪切り。で、これリンスのいらないメリットですね。で、これ耳かき、鼻毛切り、歯ブラシ、無駄毛剃り、あと糸ようじ。で、これが歯磨き粉ですね。研磨剤入ってないんでね、とってもね、歯に優しいやつです。ただ、研磨剤入ってないんで、すぐね、茶渋つくんでね、その点は要注意ですね。はい。洗面用具はこんな感じです。で、あとアイラップ。で、あとキッチンペーパーと体拭く用のウェットティッシュ。で、後ろの棚には、これは河川のシラフですね。で、これ大きい袋なんですけど、この中には寒くなったら着ようって思ってた洋服が入ってます。はい。それをね、とりあえずもう上にギュッて押し込む感じですね。ポイントとしては、上の棚に入れるものは軽くて場所を取るもの、そういうものをこうね、押し込むようにね、収納するのがいいと思います。そうするとなかなか落っこちてこないですし、万が一落っこちてきても、軽いものなんでね、頭とかに当たってもね、大丈夫なんでね。上にね、重いものとか硬いものはね、置かない方がいいと思います。それとですね、この棚そのまま使うと、どんどんね、物が滑り落ちてきちゃうんですよ。なので、そうならないように、ダイソーで買った滑り止めシート、これをね、下に引いてます。これは養生テープでね、割とね、雑にペタペタペタってつけただけです。これつけるだけでね、すごいグリップ効くようになるんで、カーブとかでもね、物が落ちなくなりました。それとですね、一番手前の竹に、麻の紐くくって、ここに固定してるんですよ。で、これね、ここだけちょっとね、クイって上に上がってるんですよ。これも、ちょっとだけね、落下防止にね、役立ってます。ここでね、こう、引っかかることによって、落ちないっていう作戦です。で、棚を下から見ると、こんな感じで、ちょっとみっともないんですけど、下から見ることないんで、気にしてないです。じゃあ次はちょっとね、目線を下げて、このあたりをご説明していきます。まずこれがね、メインの照明ですね。基本的にこれ1個つけるだけです。撮影用に1個2個ね、プラスするときはあるんですけど、これ一つで軽バン車内はね、もう十分明るくなります。で、これがポータブル扇風機。暑い時につけたりとか、あとね、調理するとき、煙がもくもく出てきたら、向こう側に扇風機向けて、扇風機回して、で、こっちの窓、ここら辺まで開けます。で、反対側の窓も、ここら辺まで開けると、それだけでね、結構ね、換気されます。で、今回の北海道旅は、肉とか魚、ここで焼いてみたんですけど、次の日ぐらいまではちょっと匂い気になるかな、みたいなのはあったんですけど、でもね、ずーっと匂いが残るみたいなことはね、なかったんでね、意外とこの換気扇はね、優秀です。じゃあ、お次はですね、窓につけてる網戸ですね。これちょっと見づらいんですけど、これ網の生地で手芸屋さんで買ってきました。これね、窓の大きさに切って、でね、端っこはね、これね、磁石でくっつけてたり、あと上の方は養生テープでね、もう無理やりね、ペタってくっつけちゃってます。ただそれだけです。で、冬も夏もこのまんまです。で、反対側も似たようなもんなんですけど、ちょっと生地が違ってて、これはですね、ダイソーで売ってた日よけの生地を2枚買ってきて、切って、こうね、適当にね、くっつけて加工したものです。で、これなんですけど、窓につける用の目隠しです。で、ここに針金入ってるんで、この針金抜いて、この生地を使いました。で、3番窓大きいんで、1つだけじゃ足んなかったんで、2つ適当に加工してね、網戸に使いました。で、ここのつなぎ目はダイソーの裾上げテープを使ったんですけど、くっつけば何でもいいと思います。で、お次は、このね、テーブルの裏側のスペースですね。ここには、水用のタンクとか、お酒とか、空のペットボトルとかをね、とりあえずね、ギュッて入れてます。で、給水用のタンクは全部で12リットルです。で、体感的には湧き水で8割ぐらいをね、賄ってました。で、残りの2割はツルハドラッグに行って、このタンクに給水させていただいてましたね。これは専用のタンクで1個ね、400円ぐらいで売ってましたかね。で、実際やってみて思うことは、意外とツルハドラッグで給水すると時間かかるんですよ。なので、あくまでメインは湧き水で、ちょっと残りの水少なくなってきたなーって時だけ、ツルハドラッグで給水するっていう感じがいいのかなってね、思いました。で、テーブルの裏側に他に置いてあるものは、排水用のタンク。
大体コーヒーの残り汁とか入れてるだけでしたね。なんかね、匂いが出るものを捨てると、その処分するときね、すんごい臭いんで、嫌なんですよ。なんでね、ほんとね、匂いが出ないものしかタンクに入れませんでした。あとは、ワインの空き瓶とかね。これ、生協のワインですね。この生協のね、ワインの赤ワインがね、めちゃくちゃ美味しかったです。おすすめです。これです。コープ、イタリア赤ワイン。1リットル入って、確か550円ぐらいですね。これはね、かなりおすすめ。それでは次は引き出しの中をね、ご紹介したいんですけど、ちなみにこの机は、古道具屋さんで買ったもので、自分でヤスリかけて綺麗にしたんですけど、多分5、60年前の机ですね。はい。で、引き出しはね、ほんとね、そのままにしてます。いつもこんな感じで使ってます。おまじないのサプリメントとか、これはキャプテンスタックのシングルバーナーかな。あとね、ハサミとかすぐパッて使いたいものをね、入れてます。はい。あとこれお湯沸かす時に使うやつとか、これ殺虫剤かな。すごい強力な殺虫剤ポイントをね、たまにしか使わないんですけど、確かにこれ、効果あります。使うと、蚊がね、パタパタ落っこってきますね。はい。で、あとはこれ、ロートですね。折りたたみ式のロート。水をね、移し替えるときにね、使います。はい。あと寝るとき、口に貼るテープ。あと耳栓ですね。この耳栓、最高です。はい。シリコンタイプの耳栓ね、概要欄におでんさんの Amazon 支店のリンクありますんでね、よかったら見てみてください。これが一番遮音性高いです。これによってちょっとした走行音ぐらいだったらもう全然平気です。はい。ぜひ。こっちのね、定番のもいいんですけど、遮音性はこのシリコンタイプです。慣れれば最強です。あとは、髭剃りですね。あんまり使わないんですけど、はい。たまに使ってました。あとハンドソープとか。そんな感じかな。こっち側は、これね、もう取れちゃって、これが。なんでね、強力なテープでくっつけてます。で、こっちが、この塩昆布一回も使わなかったんですけど、普通のアルミホイル、サランラップ、くっつきにくいアルミホイル。ダイソーですね。私調べでは一番安いくっつきにくいホイルはダイソーに売ってます。はい、これです。で、あと醤油とかね、味塩とか、カレー粉とかね、七味とか胡椒とか最低限ですね。あとね、意外と楊枝、爪楊枝はね、重宝します。はい。一個入れといてもいいと思う。で、あと箸とかね。あとこれダイソーのナイフですね。なんかくっついちゃった。いいや。はい。これもね、切れ味いいし、錆びたりしないんでね、おすすめです。はい。こんな感じですね。はい。こんな感じです。あと、おすすめしたいのが、ステンレス箸ですね。丸じゃなくて、四角いステンレス箸。これはね、おすすめですよ。使って拭くじゃないですか。木の箸じゃないんでね、汚れが簡単に落ちます。で、丸いタイプだと、もうね、コロコロ転がってくんですけど、これ転がってかないんでね、絶対に四角い箸にしてください。たまに100均で見かけるかな。探してみてください。次はね、机の下側をご紹介します。これね、大きさがギリギリなんで、ちゃんと収納しないとね、ここ挟まっちゃうんですよ。よし、大丈夫だ。で、これがね、まずちょっと問題がありまして、この下の長座布団、布団なんですけど、万年床スタイルにしてるんで、ここにですよ。これがまずちょっと面倒。こう、引き上げれば出るんですけど、はい。で、ちなみにこのカゴの中も、もうそのまんまにしてます。なんでね、僕も何があるかよくわかってないです。はい、このカゴも古道具屋さんで買いました。で、もうボロボロで買い替えたいんですけど、このね、ちょうどいい大きさのが売ってないんで、もうね、テープとかでね、もう無理やり修復して使ってます。はい。ここにはパンとかね。これイオンのパンでね、すごい美味しかったです。パンドミ。栃木の道の駅で買ったみかんでね、実家へのお土産ですね。はい。お手拭きとか、コップ、これがメインコップですね。保温のコップ。あとね、これ北海道で買ったトウキビ茶。これ美味しいんですよ。ぜひ買ってみてください。あとは全然使わなかった乾燥わかめですね。あとね、味噌汁。これもね、味噌汁飲まなかったですね。で、これはもう賞味期限が2年ぐらい切れてるお餅ですね。これレトルトカレーかな。基本的にぐちゃぐちゃに何でもね、適当にぶち込んでました。よいしょ。これはネスレのスティックタイプのね、インスタントのコーヒーですね。カフェイン入りのコーヒー飲むと眠れなくなるタイプなんで、カフェインレスのやつを。これをね、毎日2本、水筒の中にお湯入れて、コーヒー作って飲んでました。自分でね、コーヒー作るとね、安上がりなんでいいですね。で、これシングルバーナー。結構ね、シングルバーナー3つぐらい持ってきてるんですけど、これは CB 缶って呼ばれる、でっかい長細い、よく使う缶あるじゃないですか。ガス缶。あれが
直に接続できるタイプなんで持ってきてます。はい。何回か使いました。で、あとはこれ蓋かな。お湯沸かす時に使う蓋。で、これがメインお皿ですね。もうお皿これしか使ってないです。これにサランラップ引いて汚れないようにして、適当にね、キャベツの千切りとかを乗せて食べてました。で、これメインフライパンですね。確かキャプテンスタッフのフライパンかな。これもね、洗うの面倒なんで、焦げつかないアルミホイル、あれを敷いて使ってましたね。乾燥したね、黒大豆。これあんま食べなかったな。鰹節、蕎麦ですね。動画内で蕎麦作ったんでね。よかったら見てみてください。で、途中、ワイナリーによって、ワイン買ったんですけどね、オープナーがなかったんでね、これを急遽買いました。果物ナイフ。これもあんま使わないですね。で、これフライパンですね。フライパンじゃない。まな板。これ無印良品のゴミ箱の蓋です。はい。この蓋がちょうどいい大きさで、この曲線もちょうど良かったんでね、これをまな板にして切ってますって今言おうと思ったんですけど、多分今回の旅で一回もこれ使ってないですね。まな板ももう使わなくなってきました。カゴの中はこんな感じですね。で、この机の下には他に、水の入ったペットボトルがあったりとか、あとね、こっちにもね、小型のポータブル電源があります。はい。これはね、300ワットとか、ちっちゃいやつですね。一番最初に買ったやつで、このポタ電の充電は、走行充電から賄ってます。でですね、運転席の下に、フューズボックスっていうのがありまして、そこからね、電源を取ってます。これですね。このいろんな青とか緑になってるところ。こっから電源を取ってます。で、これがフューズボックスから電源を取ってるケーブルで、そのケーブルがずーっと伝って、小型のポータブル電源に走行充電する仕組みになってます。だいたいね、60ワットぐらいで充電できます。ただですね、今回の旅の途中に走行充電ができなくなってしまったんですよ。なので、急遽 Amazon でシガーソケットにね、挿すと充電できる、こういうやつ買いまして、これは USB-C で30ワットまで取り出せるんで、こんな感じで差し込んで、で、ここに USB-C を挿して、前の方から USB-C のケーブル引っ張ってきて、ここのポータブル電源に挿して、これで走行充電で30ワット充電できるようになりました。で、実際に壊れた充電器がこれなんですけど、この商品 Amazon 発送の商品じゃないんで、出先で受け取りできないんですよ。自宅でしか受け取りできない商品だったんですね。なんですごく困ったんで、次行くときは予備でもう一個持ってこうかなと思ってます。じゃあお次は運転席の上に収納してある目隠しをご紹介します。で、これはですね、自作したもので、ホームセンターで買ったプラスチック段ボールをね、窓の形に切ったものです。で、作り方は簡単で、まず霧吹きで窓をね、プシュプシュプシュって濡らすんですよ。で、そこにビニールのゴミ袋をペタペタペタって貼り付けて、で、マジックでね、この窓の形、ここをね、ビーって線描いてって、で、そしたら型ができるじゃないですか。あとはね、プラスチック段ボールにビニール袋を当てて、型通りに切っていけば完成です。で、ビニール袋じゃなくて、段ボールで型取ってもね、同じことができます。で、これは前の窓用で、こんな感じでね、窓にはめてます。でね、すぐね、取れてきちゃうんですよ。もう3年前に作ったやつなんで、もうヨレヨレです。で、この2つが真ん中の窓用なんですけど、これね、2つ同じように見えて違うんですけど、わかりますか？こっち縦筋で、こっち横筋なんですよ。これね、すんごい大きな違いで、これ縦筋の方はギュッてやると、ピタッてはまるんですけど、こっちの横に筋が入ってる方はですね、こう入れるじゃないですか。そうするとね、はまってるんですけど、こっち側にプラダンが折れるんですよ。なんで、すごいね、外れやすいんです。わかりますこれ。こっち方向に折れやすいんですよ。なので、プラダンで目隠し作るときは、絶対にね、縦方向、こういう向きで作った方がいいです。僕これね、作った後に気づいたんで、次作るときは、この縦方向でね、絶対作ろうと思ってます。で、反対方向の窓も同じような感じで目隠ししてるんですけど、唯一、ここ、運転席の後ろの窓の右側だけ、この目張りは常につけてます。
まあ、ここはね、運転するときね、全くここにつけても支障がないのでね、つけっぱなしにしてます。で、後ろの窓はこの3枚で目隠ししてます。で、つけるとこんな感じなんですけど、後ろの窓って上側がね、ちょっとこっち側に傾斜してるんで、目張りがね、外れやすいんですよ。はい。なんで今回の旅行から、ここに、針金みたいなのをつけて、ね、落下防止というかね、こっち側に倒れないようにしてます。はい。で、こっち側の針金どっか行っちゃったんで、とりあえずね、仮で、針金をね、適当につけてね、とりあえず、これがこっち側に落ちなければ、これ取れないんで、これでね、朝起きて目張りが外れてて眩しいみたいなことはね、なくなりました。じゃあお次は、ここら辺をご説明していきます。まずは、一度も弾かなかったウクレレ。はい。次は持ってかないですかね。はい。で、これはちっちゃいギターですね。はい。これは時々は弾きましたけど、なかなかね、ギター弾ける環境ってね、めったにないですね。今回も、襟裳岬の誰もいない第二駐車場とかで弾いた時とか、本当にね、2、3回ですね。はい。なので、ギターはね、なかなかね、難しいです。で、あとこれは、ウィンドブレーカー。で、これが、モンベルのダウンですね。はい。で、ハンガーは、ここの溝にね、かけてます。ここの溝はね、本当にね、便利で助かってます。はい。で、あとはね、これ温泉雑誌の方。ギリギリね、2、3回使ったんで、元は取れたかなと思いますが、ちょうどいい場所に割引の温泉があるわけじゃないんでね、使いこなすのはね、なかなかね、難儀でした。はい。で、これら辺ノートとか、あとこれはギターのコード表とかかな。で、本とかはね、全く読みませんでしたね。普段本読まない人はやっぱ旅中も読まないのかな。ただね、荷物になってるだけでした、ここら辺は。で、このバッグにはマイクとかオーディオインターフェースって呼ばれるね、機械が入ってます。今回 YouTube の配信やったんで、それをやるときに使うためのね、機材、意識がね、ここに入ってます。あとはですね、車がバッテリー上がって動かなくなったときにジャンプアップさせるためのモバイルバッテリーですね、これ。使いませんでしたけどね。あとは、粉洗剤。でも今回使ったコインランドリーは全部洗剤がね、自動投入だったんでね、一度も使いませんでした。あとは、ヘッドライトとか、タブレットスタンド。夜はね、ずっとね、タブレットで動画見てました。あとこれ、ね、糸式養生テープです。この黒の養生テープは車に1台あるとね、いざという時にね、便利です。おすすめです。で、今回約2ヶ月の旅で使ったガス管は2本ですね。今ちょうどこれ空になってます。あと何かあった時用のね、練り羊羹、遭難した時用の羊羹をね、ここに5、6個入れてます。はい。こんな感じかな。で、これは大きめの洗濯ネットなんですけど、使用済みの汚れた洋服をここに入れてます。はい。で、このウクレレがですね、揺れてうるさかったんで、これを下に無理やり潜り込ませて、ね、ウクレレを固定させたらね、音しなくなったんで、ここに置くようになりました。ではお次は寝床のご説明です。はい。これはカインズホームで買った4000円ぐらいの長座布団ですね。長さが180で横幅が確かね60ぐらいです。はい。で、このカインズホームの長座布団に布団用のシーツをかぶせて、裏はね養生テープでね雑につけてるだけです。でもね、すごく寝心地が良くて気に入ってます。で、この下が無印のゴザですね。ちょうどいい大きさのゴザって売ってなくて、いろいろ探した結果ね、無印にありました。はい。夏の終わりに行くと半額ぐらいになってるんでね、定価は高いんで、割引の値段で買うのがおすすめです。で、これがですね、アルミマットですね。これ引いてる時と引いてない時あるんですけど、収納するとね、かさばるんで、ここに置いちゃうのがね、一番かさばんない方法なんでね、ここに置いてます。はい。で、これ黒のマットですね。ダイソーです。2つでね、100円だったかな。いろいろ探したんですけど、ダイソーがね、一番安かったです。で、黒だと、ちょっと目立ちにくいんでね、あえて黒にしました。で、その下がホームセンターで買ってきた養生板ですね。これはですね、紙と板の間みたいな材質で、ちょっと硬いんですけど、ちょっと柔らかいんですよ。おそらく建築現場とかで養生板として使われてるものなんですけど、1枚ね、500円、600円ぐらいで安かったし、軽くてね、扱いが良かったんでね、これにしました。ただ唯一の欠点は、細かいなんか繊維が出るんで、神経質の方はやめた方がいいのかな、なんて思います。で、さらに、その下は段ボールですね。意外とね、段ボール優秀なんですよ。
基本的にこの車、サンバは下ね、平らなんですけど、とはいえ多少のデコボコはあるんですよ。なんで、その上に、このね、段ボールを引くと、まあ段ボールってね、柔らかいんでね、なんかいい感じにくぼみをね、なくしてくれるんでね。これをまあ引いてよかったなと。まあここ見えるとね、ちょっとみっともないんでね、切った方がいいっすね。なんかね、気づいたらね、どんどんね、ずれてきてね、切っても出てくるんですよ。まあね、これは後で切ります。で、まあこんな感じの手作り感満載の床なんですけど、別に不快だったこともないし、なんか特怯えするなみたいなこともね、なかったんでね。これでね、十分満足してます。じゃあ次は掛け布団の説明します。これをですね、腰の下に引いてます。僕ちょっと腰が良くないんで、これを腰の下に引いて、なんかね、ちょうどいい具合になるように調整してね、寝てます。で、これが枕かな。まあ、いつもは枕の中に上のダウンとダウンパンツを入れて、一応ね、ダウン枕にして寝てます。で、寒い時はこの中からダウン出して、ダウンは着て、じゃあこの枕の中にはこのね、毛布を入れたりとかっていう風にね、使い分けてます。まあ、これは無印で買った30ガーゼの毛布ですね。かなり薄くてね、夏場ちょうどいいです。で、これがタオルケット。で、これがね、マクロファイバーみたいな肌触りのいい、ちょい厚めの毛布ですね。今回冬用の寝具を持ってかなかったんで、結構ね、夜寒かったんですけど、まあなんとかギリギリ大丈夫でしたね。で、ちょっとまだ続くんですけど、ここに座布団がね、3枚置いてあるんですよ。ね、これ寝づらそうじゃないですか。まあ実際この上に僕寝てるんですけど、なんでここに座布団置いてるかっていうと、私お膳さん、逆流性食道炎っていうやつになってて、上半身をね、ちょっと高くしないと寝れない体質なんですよ。なので、上半身の下に、こういうね、座布団を引いて、さらにこのマットの下も、ちょっと段ボールを置いて、この上半身が高くなるようにしてるんですね。全くの平らなところには僕寝れないんですよ。なので、ちょっとこうね、上半身を上げてます。で、そういう事情があるんで、僕は車中泊するときは、わざと斜めの場所を選びます。頭を車の後ろにいつもするんで、車の後ろがこう上がる。まあ、こういう傾斜のところにわざと駐車するようにしてますね。そんな繊細ボディのお膳さんでさえ、2ヶ月のね、北海道車中泊旅できたんでね、行こうかどうか迷ってるそこのあなた、行っちゃいなさいよ。っていう話をしたいから、この話をしたわけではないんですけどね。まあ、で、今別に薬とかも飲んでないんで、本当にね、寝床を上げて寝ること以外に不便はあんまないっすね。もう随分慣れましたんでね。全然余裕っす。で、ここのスペースに常に置いてるのが、寝る時用に被る用の帽子ですね。まあ、毛糸の帽子かな。これを深く被ってアイマスク代わりにしてます。アイマスクをつけると僕寝れないんですよ。でもこの帽子をね、深く被るといい感じに寝れるんでね。これはね、もうほぼ毎日必ずつけてます。で、こっちがそんなに寒くない時用のルームシューズですね。無印で買ったかな。で、このね、コンビニのアイスコーヒーを入れて保冷するための保冷缶みたいなやつなんですけど、これはここに置くんですよ。で、車内を換気したいとき、こんな感じでね。ちょこっとだけ開ける分にはね、そんな目立たないんでね。こんな感じでね、車内をいつも換気してます。じゃあ次は床のね、下をご紹介していきます。まずここに座席がね、畳んであります。で、これはですね、森ですね。トライアルで買った森なんですけど、よいしょ。で、この700円ぐらいで買った森なんですけど、まあね、魚を取る機会があればね、これで取りたいなとは思うんですが、今のところはですね、キャンプの時にこう、地面に突き刺すんですね。このランタンを引っ掛けて、なんて言うんですかね、この、倒れちゃった。このランタン電柱みたいな感じでね、使ってます。深く突き刺すと、今みたいに倒れないです。でね、意外とね、便利。ただこれね、なんか、職質受けたらなんか捕まりそうな気がしてきたな。ちょっとね、今後は車内に入れるか考えてみます。あと下に入ってるのは、まあこれはお土産ですね。お土産と、あとちょっとした工具ですね。なんかあった時のために持ち歩いてます。まあこんな感じで、メジャーとか、ペンチとか、ドライバーとか、まあいろんなものを適当にね、ごちゃごちゃっと入れてますね。まあローブとかね、麻の紐とか、カッターとか、これは結束バンドかな。
あとはですね、これはなんだ？これは食料品ですね。家から持ってきた食料品をこの洗濯ネットに入れてたんですけど、まあね、ほとんどね、食べちゃったんで残ってないですね。まあ味噌汁ぐらいしか残ってない。で、持ってってよかったなって思ったのは、インスタントコーヒーとプロテインバーとか、あとナッツとかね、そういうのを、まあ、2ヶ月もいたんで、全部なくなっちゃったんで、もうちょっと持ってけばよかったかなーなんて思ったんですけど、やっぱ自宅からそれなりに持ってくとね、食費も抑えられるじゃないですか。なんでね、結構自宅からたっぷりね、次行くときは食料持ってこうかななんて思っております。じゃあここまで来たらね、徹底的に行きましょう。こっちの下の床下も、よいしょ。で、こっちっていつも開けると、ここにね、ペットボトル大量に置いてるんで、下にね、バタバタバタって落っこってきちゃうんですよ。まあ今はね、ちょっと机の上に避難させましたけど、一応このね、ケーブルはね、落下防止のケーブルなんですけど、あんまり意味ないですね。はい。で、この床下には、まあこれ椅子かな？椅子と、これがタイヤがパンクした時に使うパンク修理剤。まああとはね、あれはタイヤの空気入れ。はい。で、この段ボールなんですけど、北海道で牡蠣漁師さんのお店で牡蠣食べて、車でね、出発しようと思ったら、砂利の中にはまっちゃってスタックして出れなくなったんですよ。で、その時必死に、このね、段ボールをタイヤの下に敷いて、なんとか脱出を試みたんですよ。その時の段ボールです。ね、これ、タイヤの跡。でも全然出れなくて、まあ、結局ね、牡蠣屋さんの方が軽トラで引っ張ってくださってね、なんとか無事出たんですけど、まあ、本当にね、大ピンチだったんですけど、はい。で、この段ボールもね、捨てるところないんで、もうとりあえずね、車の下にね、押し込んでおきました。でですね、まあ、一通りね、ご説明できたんじゃないかななんて思ってたんですけど、この保冷庫がまだでしたね。で、この箱は古道具屋さんで買ったんですけど、もともとは米びつとして使われてた箱だそうです。でね、まあこんな感じの箱で、なかなか味があるんですよ。でもこれ木の箱なんでね、このまま使うと保冷庫になんないんで、自分でね、ここに発泡スチロール、まあ、適当にね、くっつけて、一応保冷庫として使っております。じゃあね、60日車中泊旅した直後のクーラーボックスの中身。これはいただき物のおまんじゅうですね。はい、栃木の道の駅で買った卵ですね。あとはね、豆腐ですね。今回豆腐はよく食べましたね。今までは豆腐ってちょっと避けてたんですよ。なぜかってこの豆腐の水があるじゃないですか。これがね、面倒で避けてたんですけど、まあ別にね、ここに切り込み入れて、あそこにあるね、排水タンクにジョーって入れればね、別にそれで普通に面倒なく食べれたんでね、今回はかなり豆腐は食べました。あとこういうね、きんぴらごぼうとか、こういうお惣菜もね、いいっすよね。まあこういうのをただ豆腐の上に乗せて食べるだけでね、もうね、十分おかずにもなるし、つまみにもなる。これでね、十分です。はい。あとこれね、結局食べなかったんですけど、お弁当ミートボール。石井のね、ミートボールは変な添加物とかね、入っていないんでね、お子さんに安心して食べさせられるのでなかろうか。はい。あとマヨネーズですね。これね、2本目です。はい。2ヶ月で1本使い切っちゃいました。はい。そのぐらいね、マヨネーズはね、重宝しましたね。よく食べたのはスーパーで売ってるキャベツの千切りあるじゃないですか。あれ買って、その上に、まあチーズだったり、他の野菜乗せたりして、まあ、ちょろっとマヨネーズかけるだけでね、美味しかった。あと、炒めるときに、その炒め油代わりにも、マヨネーズ使いましたね。まあ普段はね、そんな使い方しないんですけど、まあ車中泊の時は、何でもありですね。これはなんか、甘い味噌かな。で、これに、スーパーでもらった保冷用の氷を入れてました。で、前はね、1個だけだったんですけど、1個だと足りないなと思って、今回旅の途中でね、追加して2つにしました。夕方に入れれば、次の夕方までは持ちます。この2つ満帆に入れればね。2つくらいがいいかなと。ただ、毎回ね、氷もらって入れるのすごい面倒なんで、僕もいよいよね、ポータブル冷蔵庫、ね、置こうかななんてちょっと思っちゃいましたね。毎回はね、結構しんどいですね。まあ、あと、残りはあんまり深追いしない方が良さそうなんでね。あとわさびとかね。はい、そんな感じです。はい。まあ、これね、割とでも保冷してくれるんで、気に入ってます。はい。よいしょ。はい。
ということで、一通りご紹介できたかななんて思ってるんですけど、今回ですね、65日間車中泊旅してて、最終日が、まさに今日なんですね。今夜の7時、8時ぐらいでね、これから家に帰るんですけど、この2ヶ月車中泊旅することってあんまないじゃないですか。なのでね、2ヶ月旅したものの正直な感想っていうかね、今感じたことをね、お伝えするとですね、まずですね、疲れましたね。教訓としては、疲れるまで行っちゃダメだなって思っちゃいました。疲れて、帰りたいなと思ってから、ね、フェリー予約して帰るみたいな流れだったんですけど、そうするとですね、やっぱ最後大事じゃないですか。物事ってね、最初と最後大事なんで、なんか最後疲れた記憶になっちゃうんだよね。なので、疲れる前に、旅は帰ってきた方が良いっていうのをね、今回学びました。はい。僕の場合は上限2ヶ月。2ヶ月行くと、夏、過ごしやすい時期であったとしても、もう限界来るんで、次行くときは、40日から50日以内に帰ってこようかな、なんて思います。はい。で、2ヶ月旅行してたわけですけど、体感的にはね、4ヶ月でした。はい。栃木に帰ってきたのね、感覚的に4ヶ月ぶりぐらいの感覚です。はい。以前も話したと思うんですけど、車中泊旅すると、夏は2倍長く時間がかかります。で、冬は3倍ですね。なんでね、ある意味ね、お得感があるっちゃあるんですけど、はい。でもね、行ってよかったとは思いますよ。ただ、ちょっと疲れたなっていうね。正直今ね、ちょっとね、体調悪いです。体調悪いんで、体調悪い中ね、最後、こんな動画を作ったね、僕自身を僕は称えたいと思います。はい。パチパチパチ。はい。ありがとうございます。はい。拍手ありがとうございます。もういいですよ。拍手は。もういいですよ。はい。ということでね、見ていただいた物好きの方、ありがとうございました。この後ね、すぐ、車中泊旅本編の動画出しますんでね、見てください。よかったら見てください。では、最後までありがとうございました。おぜんさんでした。バイバイ。